こんにちこんにちは。は。アミリスのトクコです。メリです。今日はついに出ましたアミリスの新しいパターンブック。題名お願いします、メリさん。アッサンブラージュです。アッこれサンブラのージュですね。紹介をしていきたいと思います。はい。アッサンブラージュははい。集合あ、そうです。はいっ。ていう意味でしょうか。はい。なのでパターンの集合体ってことでしょうか。はい。はい。でもこの言葉を選んだ理由は、はいこの AA っていうのをしたかったから。そうなんですね。AA が先にあったんでした。私これいや、なんか最初はアンソロジーとかにしようかなとそうだよね思ったんですけど、アンソロジーだとなんかベスト版みたいな感じでちょっと違うなと思って。AA は本ができて見たときになんだと思った私。本当に全然気がついてなかった。この下の方にも AA って書いてあるんですけど、そんな細これかい。がしたいからこの名前になりました。皆さんそう実はメリさんがここにちっちゃく AA って入れてるの見て、なんかA がダブっちゃったのかなって思って、ここ間違いかな。間違えたミスだと思って一回消したんですけど、後でふと思ってこれ絶対わざとやってるなって、それで復活させたという経緯がありました。知らなかったね。知らなかった。やばい、消しちゃった。そうですか。はい。わかりました。ちょっとね、写真が多いせいで、これ AA が入ってるページがものすごく少ないんですけど。みんなで AA を探していただければ。まあいいかみたいな。入ってたり入ってなかったりして、そうねしのさんとかよく気がつくから、どうしてここにはないんだろうって必死に見てました。そうなんだ。すごいね。私は今気がついてる。今まで気がついてなかった。そうなんか私もう怖くてもう遠目でしか見たくないんですよ。もういつもね。そうこうやってなんか届いたって言って見て、パーッと見てまだ発売してないのにエラーが見つかるそうそうだから遠目で見てみたいな。なんかできたんだなみたいな気持ちでしか見てません。はい、じっくりは。今回はこの形態になって初めてなんですけど、はい、この本の大きさとか紙とかは一緒なんでしょうか。結局雑誌の時と同じ大きさで、同じ軽さにしました。はい、やっぱりいろいろ検討した結果、この重さを超えてしまうと、海外に送るのがすごく高くて。というのもあってこれにしたんですけど、今までは英語版と日本語版あったんですけど、英語と日本語一緒で、そうですね、今までと同じような大きさになってますので、英語の人は前の方ですね、パターンが。前半パターンセクション半分ぐらいからパターンが始まるんですけど、前半が全部英語で、後半が全部日本語っていうことに構成になっています。で毎回英語圏の方には日本語しかないのかと聞かれ、日本語圏の方には英語しかないのかって聞かれるんですけど、両方ありますのでよろしくお願いします。はい、これもついてます。そうですね。今回はダウンロードコードも比較的分かりやすいかな。前なんか英語のページと日本語のページがあったりして、多分皆さんパッと開いたら英語しかなくて、あれこれ英語の本だったって思ったりとかして、なるほど、問い合わせをいただくっていうケースが多分多かったんですけど、今英語の下にちゃんと日本語入れましたもんね。そうですね。間違える人が少ないかなと。はい。なんで雑誌を全部集めてる方もしいらっしゃいましたら、綺麗に並ぶってことですね。そうですね。はい。並びできますので、仲間に入れてあげていただければと思います。はい。これメリさん、今回はどうして表紙をニットじゃなくてお花の写真にしたんですか？どうしたんですか？なんか今までとだいぶ違う、ガラッと変わった感じにしようかなと思ってお花にしました。で次もこれでいくかは分かんないんですけど、あと今回マサさんの写真がカメラマンさんのマサさんの写真が、なんかお花とかお庭の写真がすごいいっぱいあって、それを使いたいなとも思って、でこのブレてる写真が表紙にぴったりだなと思って、これに選びましたね。しました。
で撮影は結構1年ぐらい前にそうなんです撮影してるんですよね。懐かしすぎるよね。そう花盛りの時に撮影しようと思うと、どうしても4月以降、5月とかになってしまって、でも夏号を5月に撮影すると夏には出せないので、なんか8月とかに発売しかできないので、もうこれは思い切ってっていうことで、もう1年遅らせてそうですね、早春に出すっていうことに、しました。春っぽい感じにできたと思います。ちょっと春が先取りっていう感じの写真になっています。それでこれは神戸にあるハーブガーデンで撮影しましたけれども、空いてるって思ってたんですよね、私たち平日だし。そしたら思いのほかね、お客様が多くて、人いなくなる隙間を狙って撮るっていう。そうだね、まあ朝一はねさすがに空いてるなって思ってたけど、お昼ぐらいからすごいそうどんどん混み合ってきてなかなかそれが大変でしたけど、あと雨も降ってましたしね。そう最初雨降ってまして、傘映ってますね、後ろにね。そうだね、最初雨降ってたんですけど、だんだん晴れてきて最後の方は晴れてますね。はい、違いを感じていただければ。これ結構あれだね、なんか撮影順ぐらい並んでんだね。まあ完璧にそうではないですけど、比較的最初の方が朝撮ったものが多いですね。なんかだんだん明るくなっていく方がいいかなと思って、なんか順番通りに天気が良さそうなになってます。なってます。では紹介しましょうか。1個ずつ。まず最初がこのこれか、パレードのやつですね。これはですね、後ろが映ってるのかしら。後ろがだいぶ模様がこのようになってまして、で前は普通に袖がすごいヒラヒラしています。ヒラヒラだけど、袖も脇そんなに開いてないんだよね。ここまでですね、開いてるのが。でここにヒラヒラをつけてますので、なんか袖がものすごく可愛いと思います。これ、背中レースなんですけど、普通にタンクトップとかブラトップとかをして、下に着れば普通に着られるかなと思います。糸はパレードですね。これペアって呼んでいいの？ペアなんじゃないのかな。ハンナさん。思うけど、どういう意味かわからないです。本当だね。まあここに書いてあるように洒落た T シャツの気持ちで着られたらどうかなと思います。着やすい一枚じゃないでしょうか。次は何ですか？リッシアでいいんですか？リッカなの？リッシアかな。みんな適当に言ってますね。そうですかね。苔っぽいですもんね。ジェニファーさんです。これね。これはですね、前と後ろが高さが全然そうですね。違うんです。思っても見ない作り方になってる。そうなんです。これ今初めて気がついた。本当絞ってるんだよ。紐を入れてね、紐っていうか糸で縫ってるって感じなんですけど。縫ってるんだね。私編みながらここタックを寄せてると思った。タック寄せてると思ってた。編み終わってからタック寄せてます。こちら、前身頃のタックが。これじゃあ別にちょっとこの辺だけタック寄せるとかもできるよね。自由自在な感じにはなってます。モヘアとあとこのフィンガリングの糸で組み合わせなんですけれど、でも弱編みとストライプが組み合わさってる感じなんですけど、結構前が上がってて、そうなんです。タックが多いので、後ろと比べるとこれぐらい違うんですけど、このタックの数は、多分自分で自由に一番最後にタック入れるんですね。ですのでタックの感じは任されてます。だからこんなに私上げたくないわっていう人はお好きにされていいのかなと思います。
縫ってるとは思ってもね。あ、そう、縫っておりましてね。今初めて気がつきました。はい。はい。ということですね。色が結構ポイントだよね。そうで、この色をなんか決めるのに時間がかかったと思います。はい。なんかストライプがあんまり目立たないような色合いになってます。だからニッティングフォーリーブじゃないとちょっとそれが実現できなくて、この色味を探すのに時間かかりましたが、お庭も引き揃えて一緒に使ってます。だから結構複雑なことになってるね。確かにシルクモヘアイサガンなんですね。いや、両方なの。あ、両方なの？ニッティングフォーリーブのシルクモヘアを使ってる。そうですね、シルクモヘア使ってました。ピュアシルクとソフトシルクモヘアがニッティングフォーリーブで、さらにイサガンも使っているという、ふわふわしてるってことですね。だいぶすごいモヘアなので軽いです。になってます。はい。次がメリさんが着ている、これ何でしょうか。読めません。クレヨーラかな。クレヨーラなんでしょうか。チェズさんですね。クレヨンなんだ。クレヨンで、本当だ、クレヨンを描くような気持ちでやったということになってまして、クレヨーラちょっと商品名だったかもしれない。よかったかな。そうなんですか。クレヨンの？よくアメリカとかですごい100色パックとかで売ってるやつがクレヨーラの。でもクレヨーラの商品を促すためだけにしか感じられないから阻害してないもんね。喜ばれるだけだと思う。はい。いいでしょうか。これがデザイナーさんがの本当のサンプルなんですけど、作ったサンプルなんですけど、とにかく糸の組み合わせが複雑すぎまして、これちょっと正直何色使ってるか全然わからないんですよね。感じの色。あとね、ちょっと重たいです。多分結構いろんな糸を引き揃えているので、そうなんです。重みが出ているかも。で、一応パターンにはセカンドサンプルとしてデザイナーさんの使った糸のご紹介だけしております。で、私たちはだるまの糸の組み合わせで作りまして、あとアメリスの糸、シルクモヘアですね。じゃなかったかな。あとフラッターも使ってると思います。そうかも。原毛を使って、とにかくそうですね。原毛シルクモヘアとフラッターを使って、その組み合わせで皆さんが編めるように考えました。のがベースなので、この最初のサンプルに比べてだいぶ軽いです。でね、いろんなものを組み合わせて編むので、ちょっと糸選び大変かもしれないですけど、私たちは原毛とシルクモヘアとフラッターでキットは組んでるんですけど、フラッターの代わりに多分シルクモヘア2本取りとかでもできるので、その分はシルクモヘアいっぱい持ってる方は、フラッターの代わりに何本か引き揃えて、ゲージが出るまで重ねるっていうことで。で、一応ね、いろんなものをプラスした結果の糸の太さを提示しているので、もうめんどくさいっていう人はここに書いてるバルキーがいてフィンガリングがいてみたいなのを見ていただけると多分選びやすいかなと思います。ゲージさえ取れてれば大丈夫だと思います。っていう感じです。ラフに着られる可愛らしいウェアかなと思います。上からさらっと羽織るのに、いいですね。で、次がバサラなのかしら。イネスですね。で、こちら羽織っているものなんですけど、これすごくてですね、インター社で行くんですけど、レースと編み込みが組み合わさっております。で、この編み込み部分をインター社で編みながら行く。これちょっとどう考えても大変なんで、これを選ぶか相当悩んだんですけど、可愛くてね、絶対裏で編み込みしないといけないやつと思って、ちょっとどうしようかなって悩んだけど、可愛くて結局最終的にはこれを選びました。だから裏がこうなってるんですよ。
これ別々に編むんじゃないのか。そうなんです。一緒に編んでるっていうのがすごいことなんですけど、大変ですよね。まあけど可愛いね。だいぶ可愛いです。だいぶ可愛いですね。あとこっち側のね、エッジがね、も可愛いよね。拾っていくのかな。だから手が込んでおります。はい。はい。この真ん中の部分のレースとここの編み込みの模様とあとエッジのレースがそれぞれ別々っていう感じで、組み合わさっていると思いますので、編み応えもたっぷりになってますけど、可愛いんじゃないですかこれ。思った通り可愛かったね、出来栄えがね。はい。イネスはいつでも上手ですね。はい。手間をいとわないよね。そう。私たちって言ったけど本人は何も思ってない。さっと仕上げて送ってくれましたよね。はい。まあ大判なのでまあだいぶ大きいんですけど、でもまあすごい軽いもんね。ロフトで編んでるのだいぶ軽いです。はい。それにおそらくロフトで編んだ方がここがうまくいくと思います。ここの感じが。なので、まあロフトじゃなくてもちょっっとこういう素朴な糸で編むのが一番おすすめですね。いいかなはいと思います。はい。まあ楽しんでもらえれば手間もと思います。次がクリストルのショールですね。アキュミネートでしょうか。これもすごいよね。さすがブリストル。メッシュですね。はい。なんで先にメッシュの編み地から最後レース模様に変わります。すごい。ね。よく当て込んだ。さすがブリストル素晴らしい。はい。気持ちいいですね。これはだいぶいいのではないでしょうか。暖かいし、とにかく軽いし、M 役はね、すっごい暖かいし、でも全体的に透け感がすごい素敵ですね。素敵だよね。M 役のレースのショールはですね、本当に軽くて暖かいんですよ。で、クシュッとなるので、旅行などにお持ちになるのにとってもぴったりかなと思います。この薄さから想像できないぐらい暖かいんですよ。はい。素敵。ね。ちょっとこの葉っぱ模様っぽい、そういうのをイメージされてるってことですね。いいですね。はい。っていうことです。それで目がどんどん減るってことになってるんですね。最後がこれで終わりなんだ。で終わりなのかな。すごいね。感心しました。うまくできてる。はい。ここで終わりなんですね。気持ちいいです。気持ちいいです。ぜひこれは M 役で編んでいただければと思います。次がスザンナ。何ですかこれ？なんて読むんですか？ウスバとしか。ウスバでいいんでしょうか？これも何の意味かちょっとよくわかんない。フィンランド語で霧だって。なんでフラッターで霧っぽくなってるんですね。まあなかなかのロングなんですけど、フラッターなのでとにかく軽いです。重さなし。ね、本当に軽いです。はい。結構早く仕上がるのでは、フラッターだし。そんなになんか結構ローゲージだよね。穴もいっぱい開いてるしね。おそらく皆さんが思ってるよりは楽に編めるのかなと思います。あとまあこれどっちから編むのかな？下から編むのかな？下からなのかな？117見てみましょうか。ボトムアップ。ボトムアップですね。で分けて最後までいくっていうことになっております。はい。まあそんなに大変じゃないと思いますので。なんか別にもっと短くしても。短くしたい方は短くてもいいのかなと思いました。結構長いです。そうですね。大鶴さん着てこの丈感なので、はい。ということでフラッターのベストでした。次は小宮さんのバッグマラケシュです。こちらはですねワンダーラストリネンですねになっております。裏地をつけなくてもしっかりしてるっていうのが
いいところで2本取りなんですね。あ、なるほどね。それででも棒針で編んでるけど、しっかりしてるので、ちゃんとまちもあってまちも作ってありますね。そこも結構形がしっかりしてる。さすが小宮さん。この辺から拾ってんだね。そうだね。本当だね。なんか編み方が編む順番がすごい不思議なパターンみたいです。あ、そうなんだ。面白い。布バッグって持ち運びが良さそうね。なるほどね。はい。裏地をつけたくない人はぜひめんどくさい。裏地つけなくても全然大丈夫そうなしっかりさです。よかったね。黒と白で編めて。この白が小宮さんが欲しい白だったの？黒も小宮さんが黒と白欲しいって言って、まああってもいいかもねと思って黒と白作ったの。だから良かったんじゃないでしょうか。だから黒と白使ってくれたのかなと思って。欲しかった色を使っていただけました。はい。ということでバッグです。はい。次は靴下ですね。フローティングリーブス。はい。ハスの葉っぱをイメージしております。ピタさんです。これはですね、なんかこのかかとのところが、面白い作りになっておりまして、このかかと初めて見たかも。そうなんです。かかとがね、葉っぱをイメージしたってことになってまして、葉っぱっぽいですね。葉っぱっぽい。形がね、そうなんです。そこが面白いとこになっておりますので、靴下編みがお好きな方は一度お試しになっていただければ。なるほど。これ初めて見る形のかかとだね。でも履いたら普通だったよ。なんか確かに何も考えずに。っていうかこれでもいいんだって感じじゃない？そう。ちょっと面白い。別になんかいろんなことしなくても、目拾ったりしなくてもただここ増やして編めばいいんだな引き返しちょっとするだけだもんね。っていうことみたいですね。ちょっと画期的かもこのかかと。そうかもしれないですね。足裏でね、増目と減目しかしてないんです。出っ張りを。ね、面白い。だから普通は引き返しで直角に曲げてくるんですけど、それをせずに増目と減目だけで作ってるので。あ、全然引き返しもないんだ。引き返しはしてないと思います。はい。面白い。今初めて気がつきました。普通の靴下だと思ってた。はい。この模様も結構可愛いんだよね。ハスの葉っぱでね。夏の靴下として良さそうな。良さそうです。まあこれスイングで編んでますけど、パレードで編んで春夏に履けるものを作られてもいいと思います。はい。次はミステリア。すごいやつね。すごいやつきましたね。ちょっと今回の中ではブリオッシュです。イネスに次いで対策になっています。すごいです本当に。はい。ね、このなんか表と裏がリバーシブルなんだけど、もう模様が違うんですけど、どっちでも結構使える感じの模様になってるし、こっちはボップルがあるんですけど、一応なんかねあるんですよね。こっち側はなんかちょっとお花っぽい。満開の花畑から来まして、ツタが生い茂る緑の中行って、最後はつぼみの花開くタイミングが待ってるには、それはどっちなのかな？これかな？細い方から始めてます。多分その模様がお花で。途中のやつがなんか緑が生い茂ってる感じで、ここね、ここまた違うよね、模様がね。3種類の模様がなってるんです。こっちはつぼみっぽいかな。でもここの部分もまた裏から見ると全然違う模様なんですよ。なんか枝っぽいっていうか。なんでブリオッシュが大好物な皆さん、ぜひトライされてみたら。すごいよね。面白いです、本当に。いろんなね、ブリオッシュの技法が。でもまあ、普通、ブリオッシュを編んでる人にしてみたら、普通のことだと思います。ただそれが、模様編みは基本的にチャートで表されてるので、
チャートを見ればできるってことになっておりますので、そうね、そこまで難しくはないのでは。繰り返しな部分はあるんですけど、でも結構なんかやることが多いっていうか、はい、ブリオッシュ好きな方ぜひお願いします。すごいですこれ、はい、写真映えする一点になってます。でもね、フィンガリングウェイトが A、B それぞれ2カセずつなんです。だからそんなもんですね。分量的には結構大きいですね。はい、長いです。スイングだしね。また。そうだよね。はい。スイングは本当に長いんですよ。はい。お買い得があるね、糸なので。結構大きい。はい。です。そうですね。せっかく編むので結構コントラストの効いた糸で、色で編んでもらった方が模様がはっきり見えるのかなと思います。はい。次はこれか。裏だったよ。なんだっけ。エキノックス。春分でしょ。秋分？どっちでも。どっちでもっていう意味。なんて言えばいいのかな、日本語だと。なんていうのかな。春分と秋分と両方なんだよね。両方のエキノックスね。はい。になっております。でもこの場合は春のつもりなんじゃないかな。花だし、植物だし。そうみたい。はい。これ天球さんでいいのかな。はい。天球さんは日本語がお上手でしたね。お店にも遊びに来てくれました。お会いしましたが、ブルックリンツイードの本の時にもお願いしたんですけど、こういう幾何学模様がとっても得意な方で、今回もなんか小さいんですけど面白い模様のカウルを作ってくれました。はい。なのですぐに編めると思うので、模様を楽しみながら編めばあっという間なのではないでしょうか。これは糸はペネロペか。2玉ですね。デラナチュラのシルクが入ってる糸ですね。オーガニックメリノとシルクがちょっと。2つ全部使うのかね。200ヤード。いや使いません。はい。いやなんかもうこのまま糸がなくなるまで編んでも別にいいのかなと思ったり。1半ぐらい使っております。結構クシュッと薄手なので、クシュッとするんで、なんかもっと長くても別にいいのかなと思ったりは。はい。長くするのはとても簡単なので、そこはお好きにされてみてはいかがでしょうか。はい。すごい糸も気持ちがいいです。そうですね。はい。シルクが入ってるのでね、ちょっとね気持ちいいよね。なのではないでしょう。はい。次はリンジ行きました。はい。何ですかこれ？レオですか？リョウですか？クロップドベストになってます。リンジ今回初めてリンジお願いしましたが、可愛いの作っていただきました。でこのライオワっていうのかな。シリーズがあるんですよね。この糸を通すシリーズのセーターとか他にもあるので、それの中のクロップドベストってことで、これはなんかまっすぐ糸を通して穴に通してるんだけど、リンジがこうしてきたのでこうなってるんですけど、これバツにしたりとか好きにしても構いません。はい。ちょっとこの糸を編むっていう労力あるんですけど、アイコードメーカーを持ってる方はあっという間に、出来上がるのだとは思います。ね。はい。なんでその糸で遊んでもらうっていうシリーズですね。左右同じ色にしてもいいし、別にしてもいいし、段染めの糸使ってもいいしっていう感じになってます。こちらはボトムアップになっております。で次がセレスかな。フランス語ですか？セレスですか？セレスだと思います。こちらは M 役のレースですね。こちらもいろんな技法が入ってるスヌードになっています。ちっちゃいけどすごい凝ってるね。なかなか凝ってるんですよ。それで大鶴さんは一重にしてますか？二重にしてます。二重ですね。ぐるっと。これギリギリ二重に巻けるぐらいの長さになってます。でも別に一重でだらっと垂らしてもいいとは思うんですけど、そうですね。結構凝ってるよね。
でね、14目の繰り返しなので、長さはいかようにもできるってことになっております。はい。だからちょっと首に余裕がないなって思われる方は、もう少し大きめにされてもよしですね。鶴さんはいい感じに巻けてるのでは。ちょうど。カウルって長すぎると全然首あったかくないので、そう、寒いんですよね。だからおそらくちょっと巻くのきついくらいだったんですけど、でも二重に巻いてしまえば、首元すごいあったかいっていう感じになります。で、このなんか面白いよね。この矢羽っぽい模様とか、そうなんですよね。いろんな模様が組み合わさってます。なのできっと楽しいのではないのでしょうか。はい。やってみてください。今ここに編んでる人が誰もいないのでどうやって編むのかがあまり分かってはないんですけれども。これ糸引っ張ってんね。で MC も CC も常に2本取りになっております。はい。だから M 役のレース2本取りですね。でちょっと厚みがあるもんね。はい。だいぶあったかいものが出来上がっております。はい。発売日お願いします。発売日は2月7日の木曜日、金曜日です。多分この動画が出る翌日か当日かっていう感じです。になっております。そうですね。まあ初めての試みにはなるんですけれども、皆さん気に入っていただければ嬉しいなと思っています。いろんな国のいろんなデザイナーさん、そうだね、参加していただいて、今までになくいろいろなところの方が参加してくれたような気がします。しますね。はい。でもちろん指定糸で編んでいただくのもいいんですけれども、ご自由になさっていただければ。なんかほとんどがフィンガリング、このベストとこれがちょっと DK ぐらいの糸使ってますけど、あとはもうほぼフィンガリングばっかりなので、そうフィンガリングかレース2本取りかって感じで、まあ大体代替えもしやすいかなと、ちょっとフラッターだけが難しいかもしれないですけど、そうだね。なのでお手持ちの糸で編んでみられたり楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。はい。現実は時間がないかもしれないですけど、編むならどれ編みたいですか？急な質問。そうですね。現実にはね難しいかもしれないよね。全然難しいかもしれないけど、私実は一番気に入ってるのはこれかな。そうなんだ。すごいよくできてるなと思って。そうだね。うまいことつながってるもんね。感心しました、これが来たと。凝ってます。すごい凝ってます。なんでなんか編んだら楽しそうだなと思っています。そうですね。私どうかな、着るんだったら多分これ一番着るなって思ってるんですけど、これイネスのやつもこれだいぶ楽しそうだよね。編みたいですね。自分だったら面倒で作らないパターンだからトライしてみたい。どのぐらい大変なのかをちょっと自分で体験して、なんだ今ならできるかな。そう別にやれるかって思ったらちょっと自分のデザインでもやってみたりしたいのでいいかなと思ってます。一番使い勝手が良さそうなのは今トッコさんが着てる。多分これがパレードで着心地もよくかなと思うので。ありがとうございます。まさかの一番大変なやつと2番目のやつが選ばれちゃった。すごいあれだね。さすがじゃない。なんか編めないと思うけど編むならって言われたから。蓮田さんのね前振りが良かったですね。確かに。この動画が、何か参考になりましたら高評価ボタン、あと何かコメント、なんか編みたいものとか言っていただければ、楽しく読みます。であとはチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。